やめて。はい。連作障害をどうやってクリアしているんでしょうかっていう質問です。まあ連作障害、北海道だとそもそもなんていうの1年に1回だからうんね。1年に1作物しか作らないからってことね。なんか道外だったらきっとね年に 2,3 回くらいやるから大変なのかな、そうなるとね。ああ、そっか。なんか1年1作じゃないのか。自分たちって簡単なのかな、じゃあ。うん。1年の1回のサイクルを考えるだけだから、まあね、考えること本州より少ないのかもね。そうだね。毎年ね 2回3回その畑をぐる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 違う作物作ってまた違う畑もあってって考えたら結構しんどいのかもね。まあ連作障害をどうしていますかっていうことですけど、はい。まあ輪作うちの場合だとどんな感じですか？2人合わせてこの2軒合わせて55ヘクタールぐらいなんだよ、総面積。55ヘクタールを4つの作物で今大方回してるんだけど、だいたい1作物、13.5 ヘクタールから14ヘクタールの間ぐらい、で例えば今年が2026年だから、総面積55ヘクタールのうち14ヘクタールは小麦で、別の14ヘクタールはかぼちゃ、別の14ヘクタールは小豆、最後の14ヘクタールは芋。それ順番に言ってる？順番にいや、バラバラに言ってるけど、4年に1回ずつ、例えばこの一つの区画の畑が14ヘクタールの畑がバーンだったらかぼちゃ、小豆、芋、小麦の順番で4年間で輪作するっていう感じ。この1枚の14ヘクタールの区画に例えば今年かぼちゃを植えましたと。でかぼちゃ収穫した後にフラをかけて天地返しをして、土を上層と下層ひっくり返します。でそうすると石がどんどんうちの畑は特に上がってくるから、ストーンピッカーっていう機械で、2週間以上かけて石をまず全部拾って捨てますと。で石拾った畑に小豆を植えるんだよ、かぼちゃの後小豆が来ます、この14ヘクタールで。小豆を植えたらその後は不耕起だ、プラウかけずに今度天地返しせずに、翌年芋が来ますよ、で芋も不耕起起こさずにそのまま鳴らして小麦を植えますと、で小麦を収穫した後堆肥をまくってね、堆肥をまいて、緑肥っていうオートミールになるやつ、塩爆っていうのを育てて、それをもう収穫せずにすき込んじゃって畑の中に、それはもう小麦と同じ年に1年間の間に小麦取って堆肥まいて塩爆すき込んで、でまた起こさずに今度かぼちゃが来ますよ、で同じかぼちゃの後を起こして小豆、起こすのは4年に1回。小麦はでも2年？小麦は2年で前はやってたけど、今は連作してない。あ、そうなんだ。でも小麦は連作に強いから2年やってたってこと？そう、半分は連作してた。例えば今年10ヘクタール小麦やったら、そのうち5ヘクタールは来年も小麦みたいなことをしてたけど、交付金とかいろいろあるんだよね。その連作してない小麦畑は交付金が出るとかあるのさ。だし綺麗に4分割で回したいから、4等分の面積でやってた方が楽だから、っていうのもあって連作は一つもしてないね。あ、そうなんだ。かぼちゃがね連作すごい強いじゃん、でもかぼちゃもしてない、かぼちゃってどんくらいいけんの連作？周りの人だったら10年ずっと同じ畑に植えてても病気も一切出ないって言うけど、
結局連作してたらいつかは出るし、畑にもよるし、気候にもよるって感じだったらぐるぐる回せた方がぐるぐる回したらまあ間違いないかなって感じ。して小豆がね、そうだね、やっぱりもうちょっと開けた4年輪作だとちょっと短いけど、今はとりあえずね、まだ全然8年輪作とかも絡んできてるからまだいいけど、今まで少なかったから小豆が、その恩恵で小豆空いてる畑、小豆の年数がだいぶ空いてる畑がまだ今年まではうちはあるんでね、来年からないけど収量減るってこと？それって収量減るっていうよね。まあでもうち4年で回してる小豆畑収量今んとこ減ってないんだ。まあもともとそんないっぱい取れてるわけじゃないんだけど、4年輪作で4票5票ぐらい取れてるんだったらまあ全然いいと思う。経費かかんないから小豆、別にいいかなと思う。でもそれをさ4年ごとにこう繰り返してたら、どんどん減っていくのかな。そう思うね。でもそれを一応計画というかリスクとしては捉えて、いつでも小豆を減らして何か別なものにできるように、例えば大豆だったり、今だったらスイートコーンだったり、他の作物をちょっと今それこそコーンを今年ちょっとガポッと増やして実験的にやってるんだけど、そうなんか逃げ道を作るって言ったら言い方悪いけど、何か取れない、何か悪いのが続きそうだなってなった時のための回避策は準備はしてる。なるほどね。てか多分どの農家もやってると思う、多かれ少なかれ。そうなの？そういうもんだと思うけどね。分かんない。全く何も考えずにやることはないんじゃない？スイートコーンもね増えたよね今年ね。増えたね。一気にね。なんかね。かぼちゃも？かぼちゃも増えてるね。ほんと。すごいね。この辺ではね。日本全体で見たら減ってるけど、この辺だけ増えてる。小豆はさ、何年開ければいいの？なんかすっごい長く言わない？ 7年と言われている。7年。6年でやってる人もみんなそれぞれだけど、うちで作ってる品種にもいるんだ。あ、そうなんだ。うちで作ってる北ロマンっていう品種は一応4年でもいけるとは聞いたことあるけど、4年でいけるっていう人がちらほらいるから4年でやってるけど、今んとこ落ちてない収量。言ってもそこまでね、別に6票7票取れるわけじゃないんだけど、そもそもがね。うちエリも167ってやつなんだけど、初めて4年輪作で回ってくるね今年の。そうなんだ。これまでは？これまでは6年7年ぐらいかけてたから、今の面積の3分の1ぐらいしか作ってなかったから、そうどんだけでも開けれたんだけど、今年どんなもんになるかなって。8年空いてるところと普通に4年連続の3年空きが並んで収ってるから、どうなるかなって感じ。1回じゃ多分そんなに劇的に変わらない。それをずっとその小豆の4年輪作をずっと続けてったらどんどん落ちてくるかもしれないけど、1回2回じゃ多分ね、なんか目に見えるほど変わんないんじゃないかなと思う。今んとこ竹も同じだしね、着氷数がね、減るのかなって思ってるけどね。それ以上に天候だよね、やっぱ。天候だ。天候と施肥設計だと思う。小豆は長く置かなきゃいけないけど、大豆はとかはまた違ってくるってこと？同じ豆類だけど。大豆ってどうなの？大豆別に開けてない人も普通に取ってるよ。あ、そうなんだ。その小豆の期間を空けるのに4年輪作で小豆始まって、次の4年のとこに大豆持ってきて、次の4年で小豆はなんか豆科で入ってるけど小豆で期間が空いてるってことになるらしい。大豆は農家みたいならしい。なるほど。大豆で4年でなんか大豆がなんかあんま取れないっていうのはあんま聞かないっていうか。そうなんだ。安定してるってこと？でも豆科は弱い方ではあると思う。連作というか近いのは。絹さやとかスナップとかもそうか。そうだね。弱そう。
小豆だよね、よく聞くのはね。うんね、それ取れなくなるぞって言われるけど、言われる、すごい言われる。でもさ、それって結局は収量だけ影響するのは病気も増える。病気も増える。まあ、増える病気が増えるから収量が増える、ああ、そっか。豆科とかさ、ウリ科とかあるじゃん。あんまり同じ科を連続させない方がいいというか、いっぱいいろんな科を増やして回した方がいいからさ、我々だと小麦で稲科でしょ、で小麦の後緑肥として同じ年に塩爆巻くから、一応稲科ってなるんだよ、塩爆が稲科だから、で稲科、次かぼちゃだからウリ科、で次小豆で豆科、芋って何かだっけ、ナスか、ナス科かな、なんか何がだっけ、なんか一回調べたね、忘れた。まあいいや、でも芋か、違う科だよね。芋は芋で、ナス科じゃなかったっけ。いや、なんかナス科だったような気はする。じゃあナス科として、うんこの4種類の科、と稲科が1回多いっていう感じなんだけど、その小麦の後に巻く塩爆も緑肥だったら別に全部稲科じゃないから油中とかもあるんだよね、種類によっては。緑肥で合ってる、からし菜も緑肥だもんね。油中、油中の緑肥なんかあんま聞かないけど、彼岸花か、彼岸花か、彼岸花かね。油中だよね、からし菜は。からし菜が油中か。からし菜って何？なんか黄色い花。それも塩爆なの？塩爆は稲か、緑肥の中の塩爆とかからし菜とか、同じ効果？いや、効果は違う。いろいろあるんだよね。へー。病原体を減らすとか、有機物補給とかなんかいろいろあって、それぞれが自分の畑に合うやつを選んで巻くって感じ。あ、そうなんだ。あれ、うちはでもいつも塩爆なの？塩爆、塩爆の併用通とかサイヤーのやつなんだけど、野生種だよね、いつもなんか。塩爆、それをさ、すき込んだ後、畑に何を残すかが違うから、それによって何の緑肥を、自分の畑に何を補いたいか、何を次の作物に残したいかによって何の緑肥を使うか決めるんだよね。例えばコーン系、コーンも緑肥になるんだ。緑肥のコーンってあるんだよね。は炭素をいっぱい残すのさ。だけど三要素はそんなに残さないんだよね。コーンは炭素、めっちゃ炭素寄りで、ヘアリベッジだっけっていう豆科の、すんごい竹伸びるやつ。豆科なの？豆科の緑肥があって、確かね、使ったことないからちょっと間違ってるかもしれないけど、確かヘアリベッジは3要素をいっぱい残すんだよね、次の作物のために、畑に。で塩爆はど真ん中、中間って感じなんだよね。炭素と3要素の中間って感じなんだ。でそれ緑肥の種類ごとに何残すかがその作物の特性によってあるから、次の作物何植えるかによって多分みんな何の緑肥にするか選択してるって感じ。次の作物に必要なものを入れてるってこと？そうだね。うちはそう。なんか小麦でめっちゃ栄養なくなって補うみたいな。栄養がなくなるというよりは有機物を補給するっていう感じかな。有機物、微生物を増やす。でもそれは一つのただの考え方で、例えば併用土とかサイヤ、塩爆だったら芋の線虫を減らせるよっていう効果があるんだよね。だからその病気だったり病害虫対策で使ってる人もたくさんいる。てかそっちの方が多いかもしれない。多いと思う。芋対策でこの辺だったら芋の線虫対策で塩爆巻く人が多いかもしれない。あんまりその3要素だの炭素だの話をしてもなんかなって顔されることがたまにあるから、多分みんなそっちで選んでるんだと思う。我々もまだ経験が浅いのもあるけど、線虫で大ダメージ食らったっていう経験がないから、その病害虫っていうよりは有機物と何を残したいか
で緑肥を選んでる。とりあえずその4つで今は回してるって感じだよね。で何か取れなくなってきたり畑に合わなくなってきたり気候が合わなくなってきたりのリスク分散、代替案として他に1作物2作物を常に切り替えれる準備はしてあるっていう感じだね。もともとはだってかぼちゃの前はビートそう、だしねかぼちゃがビートだった。うん、でもビートが下手すぎてちょっと尻尾巻いて逃げたビートから。それね下手すぎてが理由なの。まあ下手すぎてっていうか、なんか労力にうん見合わんなというか、別にかぼちゃの方がそりゃ単収は稼げるね。労力はかぼちゃの方があるかもしれないけど、でも防除少ない肥料少ない収穫だけちょっと手間と人手かかります、だったら収穫だけ頑張ってあと頑張んない方がいいなと思って、期間も短いしね。ビート一番長いからね。3月に始まって10月に終わるからさ、でもかぼちゃ4月に始まって、早いやつ7月に終わる。そうだね。いつまでかぼちゃ取れるかな。何歳までかぼちゃ。それもあっての他作物を準備してるっていう感じ。あ、そうなの。その取れなくなるだけじゃなく取りたくなくなることも考えないとねっていう話。何年目？8年目かぼちゃでしょ。そう我々の絹さやと多分同じ歴だよ、かぼちゃ。8年もやってる。いや8年もやってないし。最初の年からやってる。最初の年からやってるでしょ。絹さや？絹さやそんな長いの？いや違うでしょ。2年目か。2年目からやってんのか。2年目って何？始まってから2年目。こっち来て2年目。まあそんなに長いんだ。7年目か。長いね。長いけど結局ちょっとずつそれも面積そのさ自分たちで取ってて、何メートル取るのに大体何日かかるのはどれぐらい大変だなっていうのをちょっとずつ増やしてそうだね。限界見つけて、この人数での限界がここかっていうのが分かったから、今年去年でドカッと増やして、人を雇って取ってもらって、その人件費でお釣りが来る面積がやっと分かったっていう感じ。なんか人に任せてると心配じゃない？いやそのそれによる人に任せることによるロス込みで、まあ人件費に半分かかったとて、だって今だったら取れる時で1日3、40万とか入ってくるじゃん、あれで人件費で数万だったらさ、割には合うなっていう感じ、それを見つけるまでは結構難しいと思うんだけど、結構さ、でも量からしたらさ、もうすでにさ、だいぶやり方変わっちゃったじゃん。もともとさ、もう量がさ、うち作ってなかったけどさ、かぼちゃを？そう、もう量がもう一番先頭を切ってさ、収穫の中に入ってさ、自分がもうバンバンかぼちゃ取ってさ、そうだね。で物運んできててさ、物運んでる間ある程度任せてたり休憩させてたりみたいなさ、感じだったけどさ、今年去年だと、もうあんまり実際に自分がかぼちゃを取るっていうことがさ、減ってくるというかさ、そうだね、人がね多くなってくると、まあ、自分もまあ取るんだけど、そりゃ取るんだけどこの全体を見えてないと、やることが多すぎて体使うより頭使うことに重きを置く方になってくる。じゃないともうその夏や一人でもさできないじゃん、このあの人数をさ、全部モアかけてバーってさ、トレーラー運んでとか無理じゃん、だからさ、うちらの連携がめっちゃちゃんとなってないとダメじゃん、まず、それもすごい考えながらやるし、だからね、取ることに精一杯になってる場合ではない。こっちはある程度任せて、チームキャプテンに任せて、我々は全体の方をなるべくっていう感じでさ、多分まだポケモンでいう中間のとこ、確かに10取る、まず次は何？待って今
まだ全然樹海院があるし、多分メガ樹海院もある。ああそうだメガがあるね思いついてないだけで、力が我々にないだけで多分あんのよ。でも今かぼちゃ始める人はその一番最初の段階から始めるのかな。本当にいやでもどうなの周り見てるからあもうこうやればいいんだ。はちょっとあるとは思う。ずるいな。あとはね、面積と持ってる機械次第だよね。そうだね、なんぼ長作るか芋とかやってる人だったらトレーラー持ってるか確らかに。それでやったりとかねしてるよね。その面積になんぼ投資できるか次第で。なんでそんなかぼちゃが増えたの？やっぱ高いってこで、なんで増えた？まあ安定はするよね。収入は暑さに強いし、と？じゃない？でかぼちゃがずーっと高止まりっていうか下がんない、金額単価が、それはあるかな。それも産地がねどんどんもう毎年10兆ずつぐらい減ってきてっていうのも関係してるとは言ってたし、輸入のねかぼちゃが今はもう入ってきてんだっけ結構。そうだね。来てない？来てなかった時はずーっともう国産のかぼちゃはもう値段は高止まりしてた。だから俺が8年やってるけど、こそ昔からかぼちゃやってる周りの大先輩方は本当に大暴落の時を経験してるから、箱に詰めれば詰めるほど赤字みたいな年もあったらしいんだけど、8年やってて1回もない。その今んとこはね、ずーっと安定した金額、だから、それで、まあ、増やそうってなったのかな、わかんないけどね、周りが。まあ、農協がね、このコンテナのバラ出しを始めたとか、そういうのも作りやすくはなったよね。今までは箱詰めた、10キロの箱に詰めたものしか受け入れてくれなかったんだけど、今年から試験的にというか、コンテナ OK なの？発根で、芋と同じだ。そう強制みたいな感じでいいことになったらしい。へえ。だいぶずれちゃったけど。何の話だっけ？ね。輪作の話だ。輪作について。どう対策しているかだっけ？まあどうやってクリアしているんでしょうか。連作障害をどうやってクリアしているんでしょうか。4品目を1年に1個ずつ回して4年に1回その畑にその植物が回ってくるようにしてまあそうしてクリればアしています。問題ないと。今のところはね。これって最小限なのかな。これがもし例えば1個作物がなくなって3品目でもいけんの？やってる人がいる。そうなんだ。さすがに2は無理でしょ。無理ってことはものによる？いける？芋とかはきついよね。病気出ちゃうし、豆も3品目でやってる人は麦、ビート、小豆とか豆か。麦、ビート、豆、麦、ビート、豆で麦だけ連作してはいる。まあそれでも回していけんのか。回していけは知ってんじゃない？麦、ビート、加工コーンの3品目で回してる人もいるよね。多分その3品目だと利益はほぼほぼ期待できないんじゃない？何で稼ぐんだよ。まあビートが取れるんだったらビートが一番か麦か。ビート取ってるよね、きっとね。取ってんじゃない？麦も取ってるよね。取り方ですからね。じゃあもし難しいこと言っていい？北海道で3期作できるようになったとしたら1年に3個作れるっていう。そしたらどうやって回す？だからそれは今絶対に考えつかない。めちゃくちゃ深く考えないと多分それ無理。できないと思う。でもやってる人たちはもうさ、輪作のさ体型がもうさ決まってるんだよ。もうこれの次はこれ、これの次はこれだったらもう。あれでもさ、2作の人いる？いる。大根を2作、大根発種してから2ヶ月後に収穫できるから、そう1年に小麦収穫の後とかでも植えれるし、
小麦がそれこそ干ばつで収穫が早かったから、はいはい7月の中とか、はいはい。例えば収穫が終わりますだったらそこで植えたら9月、まあ、畑作って7月末植えたら9月末には大根取れるよねとかやってる人はいる。大根のみじいや金時とかも、麦跡に金時植えてる人もなんかいるらしい、いるらしい。最近それって聞いたのが最近、やってんのはいいのかね、昔かなるほどね。まあギリそういう人もいると。ら。まあ、大根がよく聞くよね。そうだね。加工大根とかだったら10月収穫とかだったらまあ8月に植えれば、まあ、7月末ぐらい温度もあるからあれか、7月末ぐらいに植えれば10月に取れんのかな。大根の加工って何？大根おろし？大根おろしではないと思うけど、大根の加工なんだ。漬物？加工じゃないのか。加工ってなんかやってれば加工だよね。わからん。大根の加工とはもう完全に知らなすぎじゃない終わります。はい。作ってない作物は本当にわかんないよね。本当にわからんわ。